今回はドルクさんからローゼンメイデン水銀灯のキャストドールが届いたので、これを開封していこうと思います。箱の色は水銀灯のカラーっていうんですか、この黒い感じの箱なんですけど、以前のですね、シンクを買った時は、こんな感じの真っ赤な箱でした。余談です。じゃあこれを早速開けていくんですけども、よっこいしょ。こちら取扱説明書と、あとドルクさんの保証書ですね。これが入ってます。ちょっと見てみましょうか。対象年齢15歳以上なんですね。一応このセット内容が書いてあるので、これをきちんと確認していきたいなと思ってます。これマニュアルの中身ですね。S 管用フックが必要なんですけど、確か前回買った気がするんですよね。だからペンチかなんかでやろうかなと思います。あと他になんか必要なものは特にないんですが、この背中のこの紐を通すのが大変なんで、それは X で紹介されているやり方を参考にですね、やってみようと思います。じゃあこれ中身開けていきますね。じゃあ一番上のスポンジを取ると、こんな感じで羽が一番最初に出てきました。なんか書いてありますね。水銀灯羽、磁石による脱着式、染色された天然フェザーはご使用環境により色落ちする場があります。長時間素手で触るのはお避けください。天然繊維の特性上、羽を圧迫したり折り曲げると形状を保てなくなる場合がございます。時間の経過で熱などこもると自然になんと湾曲したりしますのでご注意くださいということですね。はい。次にパニエが出てきました。パニエと何でしょう、これはタイツかな、あとショーツっぽいものがあります。これは何て言うんでしょうね、マニュアル見ればいいんですけど、いつも思いつきなんで、商品の確認をしながらやればいいんですよね。これは6はなんだ、あれ、これがパニエか。これがパニエ、あれ、さっきのなんだ、これがパニエじゃないの。2か。アンダーワンピース。これはアンダーワンピースですね。あと、これがヘッドドレス。あと、これがあれですね。水銀灯のシンボルのこの逆さ十字。なんていうんですか、これ逆さ十字みたいな。逆十字でしたっけ？ぶっちゃけあんま詳しくないんですけど、これがオーバードレスですね。で、細かいのはどこに入ってんだ？まだ中に入ってるのかな。じゃあこの中も開けていこうと思います。お、怪しい人型がありますね。じゃあここの人型のところは後でにしましょう。はい、ウィッグが出てきました。銀様のウィッグです。はい、避けて、あとここら辺は何が入ってるんでしょうね。なんだこれは、靴かな。はい、ブーツでございました。これもこっち側に避けといて、これはなんだ、これは愛っぽいな。あ、そうですね、これ愛ですね。ボックスさんだとこれ瞳パテって言ってるんですけど、このマニュアル書いてあるのはスカッピーって書いてあるんですよね。はい、ないですね。はい、このハートは、あ、これはあれですね、ネジ。後で開けましょう。あれ、これだけ？はい。では、いよいよ銀様の登場でございます。じゃんじゃかじゃーん。ドールをお迎えするときは必ずこういう状態なので、
ショックを受ける方も少ないかと思うんですけど、意外とですね、皆様このドールに対してのすごく思い入れがあったりしますので、大事に扱っていこうと思います。じゃあちょっとこれ箱どけちゃいます。銀様が見やすいように設定変えてみました。手足にスポンジがついているので、これを外しますね。でこれはしょうがないんですけど、ちょっとここら辺にですね、スポンジの黒いカスがついてるんで、これは、手で取れます。ではいよいよヘッドのスポンジをよっこいしょよっこいしょ。銀様のお顔が出てきました。これね、ヘッドのカバーがついてるんですよね。ここで銀様の顔のドアップです。どうでしょうか。繊細ですね、とっても。下まつげの描き方が結構ものによって違うんじゃないかってお話があったんですけど、あくまでも噂なので全然そんなことないかなという感じですね。で唇がサンプルだとグロスがついてたらしいんですけど、これはグロスがついてないマットな感じですね。じゃあこのスポンジも取っちゃいますね。ちょっと正規の取り方がね、いまいちわからんので。ではここからはこのマニュアルに沿ってちゃんとやっていこうと思います。いつもマニュアルを読んでるつもりなんですけども、かなりですね、すっぽかしてしまうので、ちゃんと読みましょうというところですね。じゃあまずヘッドパーツを取り外すというところなんですけど、早速 S 管を取るフックが必要なんですが、私、そんなものは持っておりません。どうやってやったかっていうと、確か前回こんなようなペンチを使ったんじゃないかなと思います。パッてグッと回す。これだけでいいんで、危ない、飛びそうだった。ヘッドが取れました。こういったところもね、なくさないように注意します。パーツの蓋を外してヘッドをしっかり支えながら S 管を引き上げて浮かせます。やりました。固定溝から S 管90度ひねってやりました。メイクが触れないようにヘッドパーツを取り外してます。外したヘッドパーツは顔を上に向け、安定した場所に置いてください。下にタオルと柔らかい布を敷いておくと安心です。前回はですね、この薄い布を机にただ敷いただけなんで、シンクがですね、頭ガツンガツンってちょっとかわいそうなことになったんですけど、今回はですね、タオルケットとか毛布とかをふんだんにやってですね、そういうことはないようになってます。で次はですね、ヘッドパーツにアイを入れるっていうところなんですけど、これですね、まず開封していきましょう。これは拭くやつ、出てきました。じゃがじゃん。よいしょ。これレジンアイなんですよね。前回グラスアイって言ってしまったんで、違いますよってね、訂正してくれた方たくさんいたんですが、これ拭くやつですよね。こうやってこれも一応近づけてみましょうか。見えます？見えますっていうのはこれ以上ちょっとね、近づけられないというか暗くなっちゃうので、こんな感じの愛で、ここの下にシンクと同じようにキラッとしたなんか入ってますね。なんていうんですかね、こういうの。こっちに赤いキラッとしたものも入って、この下にちょっとちっちゃいのがパラパラパラって入ってる感じで、とっても綺麗ですね。水銀灯って目赤いんですよね。あんまりなんかアニメだとそんなに赤っぽくなかったんで、あんま気にしなかったんですけど、
ではこれをですね、このパテでくっつけていくんですけど、まずこのスカルピーを棒状にして輪っかにする、愛に巻きつけます。棒状にして愛に巻きつける。雑に見えるんですけど、あれなんです、言い訳じゃないんですけど、手袋をしてるのでご了承ください。でこれをこのヘッドの中に入れるんですけど、多分ここのキラキラを下にするのかな。こういう感じで見えます？かなり遠いですよね。でもですね、これ近いと近いで、まあちょっとね、なんか近すぎると見栄えが悪いんで、でこうやって方向を合わせながら、よいしょ。動画撮ってるとですね、ちょっとやりにくいんですよね。動画で見える方向を意識しながらこうやってるんで、まあ、とりあえず仮目いいですかね。じゃあもう少しスカルピーを取って、ボロボロしてきたので後で掃除機いきます。愛は浮かないように、本当にこの後ろにパテをとりあえず持って、こんな感じで一回アイホールに合わせて方向を決めてから後ろから押さえつけて固定した方がいいですね。後で拭けばいいんですけど、アイが汚れてました。メモとかで後で拭いてあげれば全然いいと思うんですけど。でこれで押さえつける。これがいいですね。ちょっともう一回これ取って、あれまためくれちゃった。これでこうやってこういう感じ、わかります？取れちゃう。そうなんですよね。ブルタックの方がいいんじゃないかなと思うんですけど、キャストドールの場合どうなんですかね、ブルタックって。ここら辺経験値不足なんで何とも言えないんですけど、大丈夫は大丈夫だと思うんですよね、ブルタックでも。いきなりまあね、開封動画でマニュアルと違うことをするっていうのもどうなんだっていうのでこれやってます。ここがやっぱり一つの難関ですよね。初めての方は表面を触んないように気をつけながらやらないといけないので、なかなかここはハードルの高いところ。セットすると今度は今度でこの回転が難しいので、外して回転しないといけないので、一番最初のところで位置を合わせた方がいいですね。シンクの時もそうなんですけど、やっぱりこれヘッドをこうやってセットしてウィッグまでセットすると、なかなか瞳の方向を変えるのが億劫なんですよね。開けたり閉めたり髪の毛をセットしたのにやり直しみたいな。特にシンクはドリルツインなんていうんですか、ああいうぐるぐるってした髪型なんで、ぐちゃぐちゃになるとセットもしづらいんで、写真撮るときこういう感じかこういう感じか、まっすぐか、まっすぐが一番いいと思うんですけど、あとこうやって横から見たりして、この黒い部分ですね、黒い部分がずれてないかっていうのをよく確認して、もう根本的にずれてたらここで思い切ってですね外して付け直しましょう。で追試なんですね。これちょっとね、位置が決まったらずれないようにこのパテを横に広げて押し付けて、ずれないように取れないようにします。これをしておかないと、取れたらもう一回ウィッグとかセットし直しなんで要注意。余るんですけど、余ったらこの中に入れといてもいいですし、私は多分前回余ったやつはそのまま取っといてあるんじゃないかなと思います。
でもう一回さっきの押し込んだことによって愛がずれてる可能性があるので確認ですね。確認しなければいけないのは、この愛のこの表面にこうパテが手前に出てしまって、アイホールと愛の隙間が空いちゃう場合があるんですね。そうすると目がちょっとずれてるように見えてしまうので、こういうところパテが見える場合はもう一回ちゃんとこのパテをこう裏面にやって、表面にパテが出ないように注意しましょう。はい、大丈夫そうですね。愛がセットできたら蓋を閉めます。で今度、しばらくはですねこのヘッドは使わないので、ちょっとですね入れ物に入れて大事に取っておこうと思います。一応これ100均のこれ入れ物なんですけど、 DD のヘッドを入れるように買ってるんですが、こんなようなものに、さっきのスポンジ入れてもいいんですけど、これにちょっとですね大切に保管しておこうと思います。で、さっきのフェイスガード、こんなのもつけておいてもいいかもしれないですね。はい、これでちょっと、ヘッドは保管しておきます。では続いてストッキングを履かせるということで、ストッキングはこれかな、これの多分これですよね。チェックするとかって言ってますけど、チェックしてないですね。最後足りなければどっかで気づくでしょう的なところでやっています。これでいいかな。ストッキングはつま先をストッキングに入れ、まず膝下からつま先まで履かせます。ということはどっちが前なんだと、こうかな。ではストッキングを履かせていきます。こういう感じでいいですか。で足先から入れて膝下まで入れていくと。よいしょ。こんな感じですね。これ簡単です。はい、反対側も同じように入れて履かせます。で先まで履かせたら、今度腰まで少しずつ伸ばして履くと。この関節シンクとちょっと違うのかな。なんかちょっと違うような気がするんですよね。同じかな。ちょっと履かせづらいのでこう引っ張ります。ここ怖いんですよね。ビリーとかなっちゃうから。大丈夫なんですけど、意外とね力ずくでやっちゃうところがあるので、ここは丁寧にやっていきます。よいしょ。でしっかりつま先の方からこうネットを引っ張って、この股下がこうきっちり浮かない、隙間が開かないぐらいにちゃんとできてるんで、はい、ちゃんと引っ張ってですねやります。そうすると多分これぴったりですね。はい、綺麗なお尻でございます。ここにマグネットがついてるんですね。これで多分羽を止めるんですかね。はい、はい、続いてドレスを合わせて準備する1。オーバードレスは袖が細いデザインで着せにくいため、アンダーワンピース白いドレスと合わせておき、まとめて着せられるようにセットしてから着せていきますということなので、どれだすか、これ開けますね。でこれ開ける時もですね、あんまりこの黒い
画用紙とかも、触れないようにした方がいいんですよね。側面なんかですと結構こういうところで色移りとかする可能性があるんで要注意。これですね。これがオーブラドレスの黒いトップス。これはちょっと後ほど。これも後ほど。で、これですね。アンダーワンピース。これも出します。それで、どう着せるんだっけね。これは、これに通すの？マジで？マジ？結構これ大変ですね。この衣装がかなり忠実に作られているので、背中のホック、スナップか外して、多分これを突っ込むんですよね、ここに、袖に。これ前だよね。こうなるんですよね、多分ね、こうなるから、これの袖のフリルをここに通す。できるだけ小さく折りたたんで、この中に入れる。これ、あれですね。これ多分、裁縫やってる人だとうまく、なんかやる方法あるんでしょうね。こう通すやつ。ちょっと私あんまり思いつかないので、このペンチでちょっと引っこ抜こうと思います。それともこれあれかな。セロハンテープでぐるぐる巻きにして入れた方がいいかな。これペンチもきついですね。ちょっと地道に突っ込んでみます。よいしょ。全く出てくる気配がないんですけど。これあれだな。これを通していくのかなり大変なんですね。で、ここは多分結構時間がかかるんじゃないかなと思うので、私は今ちょっと試したのは、ここですね、このフリルのところのこのレースのところはちょっと避けて、これセロテープでちょっとこれ止めて、細くして、紐で引っ張ろうと思います。ぐっと細くセロハンテープで止めて、である程度、細くなれば大丈夫だと思うので、これ普通の紐ですね。新聞紙とか湯がく紐です。なんか紐だったら何でもいいと思うんですけど、でこれもセロハンテープで引っ張っても取れないぐらいにしっかり留めて、でこれを今度ここで通していくんですけど、通しづらいので、先っぽを、これただの菜箸なんですけど、割り箸でもいいですよね。あんまり傷つかないやつですね。でこの表面、正面はきちんと合わせて、袖に通して、で紐が通ったらこれはもう取って、これを優しくですね引っ張ります。これをやってね、破れちゃったって言われても困るので、一応こうマニュアル通りにチャレンジして
ちょっと難しいなと思ったらこういう工夫をされるといいですよという参考例です。はい、出てきました。はい、はい、はい、出てきました。セロハンテープをカットするときも布地を切らないように注意してちょっとだけ切り込み入れてこんな感じで剥がす。これがいいですね。多分ここら辺で着せるのにすごい難儀してるっていうところなんでしょうね。で方向後で合わせるのでちょっとこっちはほっといて、反対側も同じようにセロハンテープつけて通していこうと思います。これ割り箸はささくれがあるんで菜箸がいいと思いますね。菜箸はささくれがないので、もう一回紐を巻きつけてで先を菜箸にテープで留めて、もう少しねエレガントなやり方が絶対あると思うんですけど、すいません、あんまりエレガントが思い浮かばなくて、今ちょっとぐるぐるしてたんでぐるぐるしてるのを直しつつ、これでですねまたゆっくり優しく入れていきます。で出てきました。菜箸は取ってこの中ですね、よいしょ、優しく優しく引っ張ります。はい、出てきました。ね、これハサミを入れる時もヨークを切らないように細心の注意を。ちょっとカメラが揺れてすいません。支柱に当たっちゃって多分カメラ揺れて酔っちゃう人もいるかもしれないですけど、ちょっとすいません。でこれで着せたらですね、袖が反対側になってる可能性があって、ここに袖の縫い目があるんですけど、これがですね下に来るような感じなんですよね。こういう縫い目がありますよね。ここ脇の下も縫い目があって、それをきちんと合わせてあげます。で中でこうねじれてる可能性もあるので、ねじれがないように見てあげて、この縫い目が下方向になるように。これ怪しいですね。これはこうか。なんかすごい汚れてきた。これなんでだろう。化学反応。ちょっとやだやだ。ちょっとグローブが汚れてきたんでウェットティッシュで拭いてみますね。ゴムじゃない方がいいのか、それともこの衣装なのかな。やだなこれ。じゃ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 。ちょっと汚れ取れないんで、
なんかこれ化学反応とかなんかよく食ってたら嫌なんで、これはやめて、この100均で買ったですね、こういう布製のやつを、手袋を使ってみようと思います。最近メイク会を始めてるんで、いろいろですね、アイテムがあるんですよ。はい。これでも汚れてくるかっていうのをちょっと見たいと思います。ちなみにこれはなんかスマホが操作できるっていう、確か、やつですね。はい。これが裏、違う、裏じゃない。こうか。こうですよね。これで、こうなると。で、これが下になるんですかね。これが。リボンがこう上で、で、これ、あれですね。さっき方向を合わせたのにねじれてますね。これ。どっち側にねじれてんだろう。これ縫い目が上に来ちゃってるんで、これ縫い目が下に来るはずなんですよ。はい、大丈夫そうです。ちょっと心配だったら、さっきの菜箸でちょっと通してみて、通したからって何が変わるってわけじゃないんですけど、手を通したイメージ、そうですね、ちゃんと下に来ましたよね。これ通した方があれですね、ちゃんと方向が分かりやすいですね。こっちもやってみましょうか。これを通して、でこれもまあね、ちゃんとこう刺さらないから力を入れてないようにして、破けないように、これをやっぱり通した方がこの下にするのが楽ですね。いろいろコツなのかなんだかわかんないですけど、参考になれば嬉しいです。いいかな。はい。で、トリスを合わせて準備する。カッコ2が多分終わったかな。アンダーワンピの袖のレースをできるだけ小さく折り、これやりました。ある程度入れたらオーバードレスの袖内から指を入れて、アンダードレスの袖をつまみます。やりました。もう一本の手で肩あたりをつくみ、ゆっくりと袖を引き出します。やりました。注意点やっぱり書いてありますね。ここにドレスの生地の破損にご注意ください。ドレスのレースやリボンは強く引っ張りすると溶けたりちぎれたりすることがあります。袖を引き出す際は強く引き出さないようにご注意ください。そうですね。これですね、こういうのほどけちゃうと死ぬほど大変なんで、あとこういう縁とかもですね、ほどけないように、はい、ご注意というところですね。じゃあ次、5番、セットしたらドレスを着せる。セットしたドレスへ足先を入れるように着せていきます。はい。で、腰まで上げたら両手を少しずつ通していきます。この時ドールの指が引っかからないように袖の方を押して滑らすように着せていきます。文章だと難しいですね。これはまずですね、ここのスナップ取りますね。ここも取ります。これ多分取らないと体が入らないので、はい、スナップ取るとこれだけ開くのでかなり入りやすい。これを多分こういうことを言ってるんですよね。足先を入れるように着せて、でこれが多分胸元あたりまで来るんでしょうね。こんな感じで腰までここでまた難関にこれ通すんですね。ここに当たり前ですけど、この穴に通るんですかね。この指で今度は
多分これ引っかかりますね。引っかかんないようにって結構むずいな。通していくと多分いいのではないかと。で袖も持ってキュッキュッ穴を作る感じ。難しい。これ瞳の入ってたビニール袋なんですけど、でもこれをかぶせた方が通りがいいので、これをかぶせて中に取ります。でちょっと痛そうな関節になっちゃったりするんですけど、そこはですね、作業の楽さっていうのをちょっと優先した方がいいかなと。あんまり銀様のこの無理な体勢をしないように、頑張っても、ね、この作業が1時間とか2時間だったら結構辛いじゃないですか。なのでそこはちょっと銀様に我慢してもらって、なるべく早めに通せるように。一番のネックはここの一番まず細いところですね。ここにこの指を引っかかってる指を通す。ここさえ通せばある程度はもう終わったも同然だと思うんですけど、違うかな。取ってきました。ちょっとこう回しながらくねくねっと引っかかってますね。で、説明書だとこっちから押すようにするといいって書いてあるんで、それをやってます。こっちからこう押す感じ。これですね、引っ張るよりこっちの押す方が入りやすいですね。で、このリボンは多分ここの真ん中で縫ってあるので取れづらいとは思うんですけど、あんまりリボンは触らないようにした方がいいですね。あとちょっと。どっかでまた引っかかってんの。よいしょ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 。が引っかかってるんですよね。だいぶ出てきましたね。やっぱり急がないようにこぐるぐりぐりっとこう回すような感じが良さそうです。はい、通りました。で通った後もちょっとですね、どこまで通ってるのかがわからないので、これもゆっくり上げてって破かないように。はい、下を今引っ張ってますね。下を引っ張った方が多分いいと思います。はい、で出てきました。ビニールは取って、今手を通すところを取り直してるんですけども、
さっきのこういうチャック袋の方がツルツル滑るので通しやすい感じがしました。一回通ってるからだと思うんですけど、これかなりツル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 滑るので、はい、2回目っていうのもあるかもしれないんですけど、かなり通しやすかったので、この袋いいかもしれないですね。じゃあこれで少し整えていきましょう。まずホック止めます。スナップですね。でこの多分背中は出ているんでしょうね。だからこの肩あたりまで布が来るように。でこっちを引っ張りながらこの肩を引っ張るとちゃんと着せられるので。でもこれなんていうんですか、ここはちょっとよくわかんないです。ここがあるんでもうほとんど大丈夫ですね。大丈夫っぽい。でこれを止める。このスナップを止めときます。これ難関2ですね。でさっきのですね、この縫い目、ここの縫い目ですね、これがこの内側のラインに来るようにします。ここで確認しておけば後でやり直すことはないと思うので、これですね、この内側のラインに入っているように。で手が逆さまになってるのは多分これをでここら辺もなかなか難しいですね。ちょっとせっかくなんでやってみましょうか。ちょっとこれ袖めくってくれるかな。ちゃんとした方向っていうのがあるんですよ。これどれだ。多分ねこれが肘、これ多分逆だと思うんだけど違うかな。これでいいのか。なんか違うな。さっきぐるぐる回してるんで、そう何かが変わっちゃってるんですよね。こうか。どうだったっけな。これで完全に違うんですよね。これでもこっち側合ってるんで、これ中ゴムでできてるんですよ。こういう感じで引っ張れるんで、これが内側、これが外側のはず。わかります？これが肘、これが内側。多分手が変だなと思ったら、多分これ袖めくってこれの方向を確認して、これゴムで引っ張れるんでちょっと怖いんですけど、こうやってゴムで引っ張れるんでこう回して方向を合わせてあげると、さっきのこうネジネジしたのが戻ると思います。こっちも確認してみましょうか。こっち大丈夫ですね。こんな感じで正常。はい、大変でした。じゃあ今度6番オーバードレスのスカートを履かせるとありますけども、これですね。こちら結構最初の方はもうすでにここでげんなりしてると思うんですが、まだまだ最後の難関があるので頑張りましょう。これでいいのかな。これでいいのかな。これ
オーバードレス。完成図はどれ？完成図。見えん。見えん。見えん。これ下っぽいですよね、これ。あ、そうですね。私さっきのこのトップのスナップ止めちゃったんですけど、これ多分止めないですね、まだ。よいしょ。外して、よいしょ。外して、これですね、下にこういう履かせる、こういう感じ。こういう感じ、多分。で、裏返しにして、このスカートのホックですね、2つあるんで、これを留めると。よいしょ。留める。はい、留めました。位置は後でも多少できるかな。で、ここのオーバードレスのトップスのスカートの上になるようにスナップ2つを留めますと。留めます。で、これウエストの位置がちゃんとしてないとパツンパツンのところで留めるとスナップ破けちゃうかもしれないので、そこはちゃんとこの細いところとかに合わせてちゃんとスナップがですね止まるところで留めましょう。よいしょ。はい、これでいいですかね。ちょっとずれてます。センターずれてますね。はい、そうですね、こういったところでも一応合わせといた方が最後仕上がった時にあれっていうことがないので大丈夫かな。あ、ちょっとこれやっぱり中心がちょっとずれてますね。で、まあ位置を合わせるんでしたら、このアンダードレスのこの後ろに縫い目があるんで、縫い目とこれのフックの留めるところが一緒だったら大体 OK な感じですね。ここら辺が一直線になる感じですね。はい、どうしてそれでずれるのかっていうと、もともとこれで大きさ違いますもんね。そうか、ずれてるのか、センターがいいのか、ずれてことで、これずれてていいんですね。失礼しました。そうしないとだって合わないですもんね、これ。前が合ってれば OK。 後ろは多少ずれる感じですね。これでいいのかな。なんか違うような気がするんですけど、まあいいでしょう。もうこんなにね、こんなにセンター、分かった、これセンターじゃなくて、そうか、これが真ん中に来るんですね、このベロベロが。そうか、これがセンターじゃなくて、失礼しました。このベロベロが真ん中に来る。5枚あるんですね、これ。これが1、2、で、サイドに4、3、4、で、真ん中に5と。
失礼しました。これがセンターだと思ってたんですけど、これが真ん中ですね。はい、これでちゃんと真ん中に来ました。はい、OK です。もう少しちゃんとやりますか。はい、はい、こんな感じ。7番パニエを履かせ背中にリボンを通して結ぶ。来ましたね。関門3。これは簡単なんですよ。これはめっちゃ簡単。これはどこが前なんだと。足先からパニエを入れ腰まで上げて履かせますと書いてあるんですけど、どっかに縫い目があるはずなんだよな。ないのかな。うわ、すごい。これ縫い目がない。どこ履かせてもいいんですね、これ。あ、すごいすごい。知らなかった。もしかしてシンクもそうなってるのかもしれないですね。よいしょ。ちょっと失礼します。で、ゴムはちゃんと向きを合わせて、こうめくれてないように。これは簡単なんでね。はい、今ちょっと爪楊枝でこうつっついて、取れるかな。あ、取れた。はい、爪楊枝でつついて取りました。ちょっとねこれ気をつけて今取ったのは何でかっていうと、こういう黒い紐とかっていうのは意外とこう色移りする要因だったりするんですね。だからこういう白いオーバードレスとかこういうのでガードされてるんですけど、これが糸がこの中に入ってると直にねキャストに触れちゃうんで、そうすると気づかないうちに色移りしてるとかあるので、ちょっとですね気づいたら、チェックしてもいいですね。こういうところでないかなって最終チェックでもいいですし。はい、だんだんできてまいりました。でこのパニエを履かせたので、次はこの背中、これですね。これ意外とドールでもいろいろあるんですけど、こういう着せ方メイド服とかだと結構多いですよね。こう紐通す、これが死ぬほど大変だっていうのはあらかじめもう情報入手済みなんで、やっていこうと思います。今背中の2回目をやってるんですけど、ここを通す時に糸通しみたいな感じで針金を使ったんですけど、マスキングテープとかセロハンテープでこう先をちょっと尖らした感じでやると多分超楽ですね。これも X に書いてあった内容を参考にさせてもらってるんですけど、これすごい楽ちん。作り方は簡単で、セロハンテープでもマスキングテープでもいいんですけど、こういう感じでちょっと長方形にカットしてあげるんですね。この長方形をこう斜めにこうくっつけて、あとは先をすぼめる感じでこう丸めていく感じですね。こういう感じで、これでだけ。これテランテープでもできます。これでもブスッと超楽ちん。これが一番楽ですね。セロハンテープはね一家に1本あると思うので、なければ100均で買ってくればいいと思うんですけど、でここの12344つ目ですね、こう入れて、でこれ入れる時もこう順番を
右側を先に入れるっていうのを決めると、こういうなんていう網目っていうのが自然にできるんで、そこは注意ですね。例えばこうならないようにということですね。こうこうじゃ分かんないって言うんだよ。12345、これは楽、すっごい楽。12345、疲れました。大変疲れました。やっぱこれ疲れますね。ちょっとね、立って撮影してるので、なお疲れちゃう。銀様のためですよね。続いて8番、チョーカー。これですね。チョーカーは正面にして、これかぶせればいいだけですね。色移り大丈夫なんですかね。ちょっと心配ですよね。失礼しました。これ裏返しにすればいいんですね。裏返し。はい、これで貼っていきましょう。はい。で、まず大まかなこのはみ出てるところを布を切らないようにカット。こっからもね、色移りしちゃう可能性があるので、色移りしないかもしれないんですけど、可能性、あくまでも可能性なんですが、これをこうやって、で、ここからこの部分とか、この後ろのこういった部分からマスキングテープが見えないければ OK。後ろの部分はあんまり写真写りしないから、そんなに綺麗にやらなくてもいいかもしれないんですけど、せっかく綺麗な銀様の写真撮った時に、あれなんかここになんか貼ってあるよって見えると、ちょっとね、格好悪いので、
うん、こんな感じで、見えなくなればいいんですけども、やっぱり見えなくなる分布と直接接着してるくっついてる部分があるので、気にするんであれば艶消しスプレーここら辺、ちょっと質感変わっちゃうかもしれないけど、それを吹いた方がいいかもしれないので、一回それをやってみようと思います。これ必ずやるかどうかっていうのはその人次第なんですけど、結構やってる方もいらっしゃるみたいなんですよね。一回これ着せてね、大変だったんですけど、何度かこれいうのを練習してると結構着せやすくなってくるんで、練習にもいいかもしれないですよね。まず缶をよく振ります。スプレーするのは主に足とこの手のここの部分ですね。あと背中と首のところだけ。このボディの真ん中ら辺はそんなに大丈夫だと思うので、じゃあ拭いていきます。一旦乾かします。ある程度乾いたらもう一度拭いて仕上げとしましょう。
はい、こんな感じです。艶消しスプレーはこの首周りですね、ここら辺を重点的に、後ろも重点的に、あと背中、ここら辺は触れるような気がするので、手は肘から下ですね。特にここら辺とか、ここら辺の関節とかですね、よく触れるので、そういったところを重点的に拭いたつもりです。あと膝から下についてはもう一応拭いたんですけども、さっきのビニール袋をかぶせるので、膝については艶消しスプレーはほとんどいらないんじゃないかなと思いましたが、念のため拭きました。いよいよこれでヘッドですね。先ほどのこちらのヘッド、これを蓋をまず外します。で、ちょっと立てますね。立てないと入らないんで、でピントをちょいと合わせます。はい。そしたらこれまずここの S カンのところに刺して、これをですね持ち上げてクイッと横に回すんですよ。でグッて持ち上げてクイッと、でここのくぼみにこうセットする。これで OK。 もう一回やってみましょうか。でこれヘッドをですね結構触らないといけないんで度胸がいるんですけど、これですね、本当は S カンを持ってればもっと楽なんですが、これでグッと引っ張って、あれさっきより硬くなった。あれスーン。引っ張って、はい、ひねる。それだけ。ただこのヘッド注意ですね。これで OK かな。はい。でヘッドキャップをつけて、いよいよラスト。尼さん銀様誕生です。ピンと。これショーツ履かせてないんだけど、これショーツじゃないの？ウィッグをかぶせます。さっき蝶結びした時はもう素手にしました。全然ダメなんで。でネットから外して、どうなってんだこれ。お？なんだこれ。お、これすごい。切るのか。切るタイプ？いや、違う。あ、出た。なんかねじってますね。ねじれてる。中のアポシロールは取って、で、ウィッグのつけるコツは、これはウィッグを前から軽くかぶせ、前髪の生え際あたりを生地の端を親指で押さえる。多分ここら辺ですね。ここの多分これ DD とかと同じなんですけど、これ髪の毛がですね中に入ってないように全部引っ張り出して、これをこうやって、でこのおでこですよ。おでこをギチッと掴んだら、この
うなじの部分のこの部分ですね、このウィークを引っ張って下にこうスルッと、これ簡単ですね。結構キャスト系は結構ツルツルしてるのでウィークは止めやすいですね。で多少これずれてるのでこうちょっとウィークを後ろから引っ張ってあげて、前の位置とか、あとこの左右のバランスですね、これ結構サクサクできますね。はい、合わせてすっぽりかぶせたらサイドの紙を前に来るようにします。もうセットしろってことなのか。これですね、動画を見てない人はこうやってセットすればいいと思うんですけど、それだと何やってんだって話なんで、私はちょっと寝かしながらやりますね。で何をするかというと、この前髪のこの短いところをこれ前にしてくださいって。なんでかっていうと、今度これをつけるんですね。ヘッドドレス、これヘッドドレスはどっちが前かというと、特に前はなさそうですね。で、これを耳の後ろ、これが耳の後ろに来るように、ウィッグはですね、ちょっと痛そうなんですけど、髪の毛を持って調整した方が調整しやすいので、でこれをよいしょ、耳の後ろ、はい、こんな感じでいいのかな。ちょっと後で微調整するとして、でこれで、11シューズを履かせる。組み立てがいっぱいいっぱいで、なんかこう途中めでてる余裕がないですね。大体このメイク界でもそうなんですよ。ずーっとなんか説明しちゃって、なんか皆さんの休憩時間がない、なんかスパルタみたいになっちゃってるんでね。これ左右あるな。これ多分左右あるっぽいんですけど、ないのかな。ちょっと形を見ると外側っぽい、内側はこれカーブが緩やかなんで、多分ありますね、これ多分。で靴はグイグイグイっと押し込む感じで、ストッキングがね破けないようにゆっくりグリ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 って入るんで。で多分かかとが入ったらもうチャックをギュッと、ストッキングを絡ませないように、はい、開けました。この片方も同じようにゆっくりですね。はい、はい、開けました。そうですね、ストッキングを挟まないように注意しながらファスナーを少しずつ開けます。あとこのブーツですね。ブーツも結構脱がすと大変なことがなってる場合があって、なんでかっていうとやっぱ革なので色移りしやすいんですよね。あとなんかその水分の問題なのか、この靴のこういうやっぱりかかととかつま先とかは色移りしやすいので、
ここの対処ちょっとなかなか難しいんですけど、ビニール剥がせるのがいいかもしれないですね。こういう小さい100均とかで売ってるビニール袋、それを履かせて防止するみたいな、これをやってる人もいるとは思うんですけど、足はなんとなく艶消しスプレーだけだとちょっとなんか物足りない気がするんですよね。これを切るんですけど、切ってこういう感じで、切らなくてもこれいけますか？いけそうですね。ちょっとバランスゴワゴワしてるんで食っちゃうかもしれないんですけど、でこのストッキングの厚みあるんですけど、完全に、これストッキングの厚みを無視してくるんで、これいいかもしれないですね。ちょうどこのもう少しちっちゃくてもいいですね。これ今 A6 なんで A7 とか A8 ぐらいでもいいかもしれないですね。なんかこういう小さなハサミでもいいですし、あらかじめ切っといてもいいですし、これを長さを合わせてあげれば、今ちょっと適当ですね。危ない危ない。網タイツ切っちゃった。やっぱ直接はダメですね。網タイツ切っちゃいましたね。あれともっとちゃんと切ればいいですね。私は網タイツを切ってしまったので、後でこれ補修しますね。どうにかして。靴はこんな感じで簡単にできそうです。で、最後に羽ですね。これで完成です。これですね。あんまり手で触るなって書いてあったんですけど、起こして、スタイの時、洋服を着せない時にボディの動かし方の練習をした方がいいかもしれないですね、初めてな人は。動画なんでちょっと顔面うつ伏せにしてるんですけど、あんまりやらない方が。これ羽、これ分離できるので、これがしっかりこの部分ですね、この部分に磁石が入ってるんですね。こんな感じでしっかりつきます。失礼しました。これ髪の毛をちょっとこういう感じにして、この羽と中に絡まないようにしてます。でそれで多分立たせて、さっきのこの前髪のこの部分ですね、これを前に出してあげると良き。ヘッドドレス多少ちょっと曲がってるような気がしますね。ちょっとなんか曲がってんな。標準の時のちょっと微妙なところっていうのは調整できる可能性があるので、なんか変だなと思ったら調整した方がいいですね。けどシンクのこの胸の部分のバラが全然ちょっちんかんの方向に向いてて、最初こんなもんなのかなと思ったんですが、ちゃんと正しい向きに変えられたんで、こんな感じ。これ努力さんでこういうウィッグキャップっていうのを売ってまして、これ安いんですよね。いくらだっけな、多分すごい安い。でこれをかぶせといてあげるとウィッグがずれない
ですね。つけるの大変になるんですけど、写真撮ったりしてる時にウェッグがいちいちずれたりすることがなくなるんで、これは一応おすすめですね。これでウィッグをつけるとずれないはずなんですけど、どうでしょうか。ちょっとねウィッグがかぶせにくくなるかもしれないんですけど、そんなでもないか、大丈夫か。組み立ててる中で気づいたところをですね、なんか対処していこうかなっていうところですね。で、一つはこのベルベットの多分生地の色と問題だと思うんですけど、これ一番最初にしていたグローブなんですね。で、カメラだとあんまり映ってないんですけども、肉眼だと結構ですね汚れてます。ゴム手袋の問題だと思って変えたんですけども、この布地のものでもやっぱりですねちょっと汚れるんですね。なのでこの生地自体が肌に触れるっていうのはそんなにないんですけども、この手ですよね、これがこう触れるとだんだん色が濃くなって、黒ずんでくるので、ここに艶消しスプレーをちょっと拭いてコーティングしようかなと思いました。こっちの手も同じですね。このチョーカーも多分同じベルベットの生地っぽいので、色移り防止にはなってるのかもしれないんですけど、ちょっと怖いのでマスキングテープを貼って、見えない程度に貼って、色移りしないようにしようと思います。あともう一つ気になるところはこれですね。この背中のところは直接この生地が当たるので、この V の形で色移りしちゃうか、この黒いリボンも色移りの要因の可能性があるので、ここも艶消しスプレーを吹いた方がなんか良さそうな感じがしました。あとは細かいセッティング系ですね。セッティングって言ってもそんなにないんですけど、例えばウィッグがこの中に挟まっちゃってどうやって取り出せばいいかっていう、そんな悩みがあるとは思うんですが、ただの棒とか使うとヘッドを傷つけちゃう可能性があるので、今パッと思ったのがネイル用のですかね、この先っぽに綿がついてるようなものでこう入ってるものをかき出してあげると、メイクを傷つけないってことはないんでしょうけど、傷つけにくいじゃないかなと思いました。メイクはどれぐらいが適正かっていうのもちょっとあるんですが、少し前髪こういう感じでありますよね。こういう時にこうなんか櫛でもいいんですけど、櫛の裏側でもあるとこういう髪がかき分けやすいと、なくても全然いいんですが、でこんな感じ。こうどうしてもですねこう跳ねてしまう、例えばこの毛がもうどうしてもダメだって言ったら、引っ張るか、もしくはこれをこう根元で切るのがいいですね。とこれ長さがちょっと1本長いよって言ったらそれだけカットしてあげたりするといいですね。写真撮る前にはこういうセッティングをちゃんとしてあげた方がいいですよね。あとそうですね、この衣装でいくと
まあ大体ホコリまみれになるので、このホコリについては粘着力のあまり強くない普通のセロハンテープですね。ガムテープとかだとちょっとやりすぎちゃうんで、これでこうやっててんてんてんとホコリを丁寧に取ってあげるぐらいでしょうか。あとこういうところバランスですよね。真ん中にちゃんとあるとか、この胸元のラインがまっすぐになってるとか、意外と写真を撮るときに遠くから撮るとそういうちょっとバランスが悪いところっていうのがよく気づくんですよね。小さいものだと指先の方に色移りしないようにスプレーを吹いたのはこういうのが触れるんですよね。こうちょっとしたこういうところですね。そうした時にだんだんこの指先のよく触るところだけが黒くなるっていうことがあるので、この指にも艶消しスプレーを吹きました。で艶消しスプレーを吹いておくと艶消しスプレーの面が色移りするので、シンナーで消してあげれば多分消えるんじゃないかなという、そういう目論みで吹いてます。この球体人形の特徴なんですけども、止まるところは止まるんですけども、ソフビみたいな感じで結構ホールド力がないのですぐペタンってなっちゃうんですね。でちょっとシンクを持ってこようと思うんですが、はい、シンク持ってきました。久しぶりに仲間に会った割には2人とも不愛想ですけど、このシンクはですね、中に針金を入れてあるので X に上げたこういうちょっと前のめりのポーズとかが取りやすくなってたりするんですね。あと足も少し曲げられるかな、曲げてホールドできるようになってるんですよ。針金を入れてあげると結構ポージングがしやすくなります。水銀灯は意外とここの関節が二重関節っていうんですか、なんかちょっとだけ違うので、こういう腕を曲げたりするのは意外とやりやすいみたいなことは書いてありましたよね。こういう曲げたり、意外とシンクはそれ苦手なんですよ。ビヨーンって戻っちゃう。これ針金が入ってるんで大丈夫なんですけど、水銀灯はウィッグがすごい扱いやすいので櫛とかいらないんですけど、初めてのドールで櫛を持ってないっていうんでしたらこのタングルテイザーがいいですね。これウィッグやるとき下からこうやると絡まないで済むんで、水銀灯は手櫛だけでいけるんで全然いらないですね。立たせるとこれもまた悩みどころがいっぱいあるんですが、意外と水銀と足がカクッと曲がりやすい。これゴムのテンションの問題なのかちょっとよくわからないんですが、針金をちょっと入れた方がなんか良さそうな気がします。で立ってる時に足がカクってなっちゃうんですよ。またちょっとね、いろいろ盛りだくさんになっちゃって動画長いんですけど、こんな感じの開封動画でよくある、みんななんかすごい可愛いとかっていうのはなく淡々と、事務的にやってしまうあまり面白みのない動画で大変すみません。次はそうですね、どうしようかな、針金を入れるチャレンジもしたいなとも思いますし、また気になるところがあれば動画作っていこうと思いますし、あと中ですね、こういうことが何ですかっていうのをマシュマロもらえればそれに対しての動画とか作っていこうと思いますので、またよろしくお願いいたします。はい、ということで今回は水銀灯の開封動画兼いろいろ盛りだくさんでございました。ご視聴ありがとうございます。また次の、動画も作ってまいりますのでご期待いただければと思います。ではまたね。バイバーイ。のけ取っちゃう。じゃあねー。